通信費を下げたいさくらです。今回は注意 HIS モバイル新料金プラン290円の弱点と活用、こちらをテーマに話をしていきたいと思います。この動画では HIS モバイル新料金のポイント、他社との徹底比較、新料金の弱点と活用、これらについて解説していきます。290円は魅力的だけど実際安いの？どうなの？こういった疑問へ役に立つ内容が含まれています。ぜひ最後まで見ていってください。このチャンネルではタブレット、スマホ、スマートスピーカー、周辺機器などのガジェット、パソコン、テレビなどの家電を有効に活用してもっと生活を便利で豊かにするための情報を発信するチャンネルです。気に入ったらチャンネル登録をお願いします。それでは本題に入ります。ご存知かと思いますが、先日 HIS モバイルから月額基本料金290円の新料金プランが発表されました。データ通信だけではなく音声通話もできて290円の驚きのプランです。この新料金プランのポイントをざっくりとまずは解説していきましょう。ポイント1、基本料金。通話料は専用アプリを不要で業界最安値級の通話料30秒あたり9円になっています。データチャージ料は 1GB あたり税込み200円。5分かけ放題のオプションは月額税込みの500円。完全かけ放題は月額税込み1480円です。通話料とデータチャージは業界最安値級を謳っている基本料金です。月額基本料金とオプション料金を見ていきましょう。音声通話付きプランでは 100MB 未満で290円、1GB までが550円、3GB までが770円、7GB までが990円になっています。データ通信専用プランだと 1GB まで450円、3GB までが600円、7GB までが900円、オプションで SMS 機能の追加で50円です。やっぱり一番目を引くのは月額290円というところですよね。月額290円といえば日本通信の合理的シンプル290プランです。発表された時はかなり驚きました。かなり攻めた基本料金で HIS モバイルも日本通信と同じ290円という基本料金に合わせています。HIS モバイルと日本通信は後ほどきっちり比較していきます。ホームページから引用したプランの活用イメージを見ていきましょう。ポイントとしては先ほど紹介した 100MB 未満で290円というところですね。このプランのターゲットは通話をメインにする人です。メールやメッセージアプリしか使わない人向けに 1GB550 円、2台持ちまたは Wi-Fi と併用して使う人向けの 3GB770 円、外出先でも気にせず使いたい人向けの 7GB990 円のプランがあります。ポイント2つ目はコスパです。HIS モバイルでは1000円以下の料金帯で最も多くデータを使えるというところです。ポイント3つ目は通話かけ放題です。通話かけ放題には2つのオプションを準備してます。月額290円のプランをベースに5分かけ放題をプラスすると月額790円。完全かけ放題にする場合、月額1770円になります。他社に比べてお得というところをアピールしています。それでは本当にお得なのか他社と徹底比較していきます。まずは容量別の料金を比較していきます。人気の格安 SIM の業者を並べてみました。HIS モバイル、日本通信、IIJ ミオ、OCN モバイル、ビッグローブモバイル、イオンモバイル、マイネオ、アハモです。緑のところが一番安い料金で、黄色いところがその次に安い料金です。HIS モバイルにフォーカスして見ていきましょう。HIS モバイルでは 100MB までが290円です。290円で話題となった日本通信は 1GB までが290円。対して HIS モバイルは 1GB までだと550円です。同じ290円でもこのように使える容量に差があるわけです。次は1000円未満で使える容量を見ていきましょう。先ほど紹介したように1000円未満で使えるのは HIS モバイルの990円で 7GB まで使えるプランが一番コスパが高いです。このように見ていくと 7GB 以下といったようにデータ量が少ないデータ量の領域で各社しのぎを削っていることがよくわかります。特に今回 HIS モバイルでは 1GB 以下の少ないデータ量でさらに刻んで差別化を図ってきています。
かなりギリギリを攻めているような感じがしますね。基本データ容量を超過した後どうなるのか見ていきましょう。日本通信では、日本通信以外の通信、例えば日本通信のホームページや会員ページ以外の閲覧は不可能になります。対して HIS モバイルは 200kbps で通信が可能です。通信が不可能にならないというところがいいところですね。日本通信の場合は、追加のデータ量を増やさない限りできることがほとんどありません。LINE のメッセージや通話、メールの送受信、検索などができなくなります。HIS モバイルの場合、通信負荷にならないので、LINE のメッセージや通話、メールの送受信、検索はできます。追加のデータ料金も比較していきましょう。ざっと並べてみました。追加データと書かれているところは、追加データの単位になります。その右の方に 1GB あたりの追加データの料金に揃えました。こうやって比較していくと、追加データで一番安いところとしては日本通信や IIJ ミオの220円が今までが最安でしたが、HIS モバイルはさらに値下げして税込みで200円になっています。20円の差ですが HIS モバイルの追加データ料金は最安値です。通話料を見ていきましょう。ほとんどの業者が30秒あたり11円や22円となっています。HIS モバイルはさらに下げて30秒あたり9円に設定しています。HIS モバイルの通話料は最安値です。その他の手数料を見ていきましょう。格安 SIM はほとんどの場合、初期手数料が必要です。HIS モバイルの初期手数料は3300円です。ホームページでわからなかったのは、SIM カード発行手数料と 5G 対応の料金です。これらの情報がわかれば別の機会に紹介したいと思います。現在、早期申し込みキャンペーンをやっていて、申し込みが早いと最大 50% オフの初期手数料割引を受けることができます。契約を考えている場合、早い方がお得ですね。次は通話かけ放題の比較をしていきましょう。公式サイトからの引用です。通話かけ放題を考えている場合、ドコモ回線を使っているような格安 SIM と比べても HIS モバイルは最安値ということがわかります。確かにドコモ回線では最安ですね。もし回線にこだわらず au 回線でも OK ならポボが1650円で最安です。最安で通話かけ放題を望むなら楽天モバイルも候補になります。楽天モバイルの楽天リンクアプリを使うことで通話料は無料になります。ただ楽天リンクの通話料無料は万人におすすめできないです。理由は楽天リンクアプリは使いにくいからです。電話をかけるときは楽天リンクアプリを使って、電話を受けるときはスマホ標準の電話アプリを使います。正直、使い分けが面倒なんです。高齢者はこんな使い分けができず、高額な請求をされることがあります。スマホ標準の電話アプリに着信が残っているのに気がついて、標準電話アプリで折り返し電話すると料金がかかります。楽天リンクアプリに切り替えて電話するといった操作をするのは高齢者には厳しいです。電話かけ放題についてまとめると、ドコモ回線にこだわるなら HIS モバイルは最安です。回線を選ばないならポボが最安。専用アプリで OK なら楽天モバイルが最安です。HIS モバイルの弱点とは何でしょうか。HIS モバイルが掲げているターゲットが紹介されていました。現在ガラケーを使っている方、携帯で通信はほとんど使わないデータ使用量が少ない方、3G 回線停波に伴いスマホへ乗り換えないといけない方です。現在ガラケーを使っている方がいきなり格安 SIM にするにはあまりにも敷居が高すぎです。楽々本みたいな操作が簡単な携帯からスマホに乗り換えると使い方を一から覚え直す必要があります。それにほとんどの設定を自分でやることを前提にしている格安 SIM では通信やメールの設定ができるとは思えません。対面でサポートしてくれるキャリアショップもほとんどないので相談できる人がいないです。データ使用量が少ないユーザーはデータ容量はほとんど関係ありません。通信費が高い理由はデータ通信をよく使うからです。いくら通信費が安いことをアピールしても対面で相談に乗ってくれるショップがあるキャリアを選ぶと思います。3G 回線の停波でスマホに乗り換えを狙うと言っても、店頭窓口で契約できない格安 SIM より料金が高くても対面でサポートしてくれるショップの方がお手軽で安心して乗り換えられます。停波してもそのままキャリアショップで乗り換えると思います。HIS モバイルの弱点は、乗り換えるには高すぎる敷居、データ容量のコスパで訴求できない、キャリアショップがないことです。
想定しているターゲットに合ったサービスになっていないんです。HIS モバイルはどのように活用できるでしょうか。メリットを挙げると、月額290円の最安値級で維持できる。1000円以下で 7GB 使える高いコスパ。通話料が MVNO 最安値の30秒あたり9円。ドコモ回線で最安の通話かけ放題。格安 SIM を使い慣れている方向けのプランな感じがします。あなたは HIS モバイルのプランについてどう思いますか？よかったらコメントで残していってください。このチャンネルでは今後もお得なスマホや通信会社の情報を発信していきます。あなたのお役に立てれば嬉しいです。高評価ボタンや低評価ボタン、どちらでもいいので押してもらえると次の動画に役立ちます。コメントまでしてもらえると最高です。最後までご視聴ありがとうございました。